こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は国与直営の文房具屋さんに買い物と、あと国与のコラボルームというものにね、宿泊してきたので、購入品とか店内とか部屋の様子をね、お届けします。羽田空港の中でも国際線の発着を主にしていて、あまり行く機会がない第3ターミナル。今回はその第3ターミナルに直結している羽田エアポートガーデンという商業施設にある国与ドアーズという国与直営の文房具屋さんと、ホテルビラフォンテーヌグランド羽田空港の国与コラボレーションルームっていうのに宿泊してきたので、部屋の様子とかね、お店の紹介、あと購入品の紹介などをしていこうかなと思います。まずは誰でも入れるお店の方から紹介します。羽田エアポートガーデンにある国与ドアーズです。1905年創業の文具メーカー国与の直営店で、店内の一角にもね、国与の歴史を感じられる展示コーナーがありました。人の役に立つことをしていれば必ず受け入れられるという信念を持って事業に打ち込み、和式帳簿の表紙店として国与はスタート。その後、伝票、仕切り書、複写簿、便箋など事業を広げていったそうです。国与の直営店ということで限定アイテムもたくさんありました。まずはこちらの自動販売機。販売されているのはスペシャルボックスやシークレットセットなど文房具マニア向けのものが多め。そしてこのお店ではキャンパスノートをカスタマイズすることができます。こちらね、12時から18時の間でサービス提供しているそうで、私はね、下調べせずに朝一に行ってしまったので、体験できず、またね、リベンジしに来ることにします。皆さんね、やりたい方、時間に気をつけてください。カスタマイズの内容は背拍子カラーとか、あと中の紙、カバーっていうのをね、カスタマイズ自分好みにできるそうです。で、カスタマイズできなかったんですけど、まだまだ他にもね、限定アイテムはたくさん店内にありました。立地がね、空港直結ということもあって、結構ばらまき用の文房具がありました。お菓子みたいなね、パッケージで可愛い。国際ターミナルなので、海外の人にも受けそうなカラーを意識している感じもね、しますね。ばらまき用はね、ちょっと個人で買うのがためらわれたので、こちらのバラ売りしている限定品コーナーをチェック。国与ドアーズオリジナルマスキングテープ1個330円発見。こちらはね、全種類ゲットしました。文房具好きあるあるだと思いますが、マステはいくらあっても困らないと言い聞かせ全部購入。パッケージに貼られているシールが結構綺麗に剥がせたので、紙物を集めているノートに貼り付けて保管しておきました。はい。ではね、お待たせしました。マステの柄を紹介していこうと思います。ちなみに使ってるマステカッターはキリトリングという親指につけるマステカッターです。上から日本、文具、旅というね、柄になります。シンプルで可愛い。早速ね、キッチンに置いてちょっとした袋を閉じる用途としてじゃんじゃん使っています。マステと同じ柄で超撥水風呂敷3300円もありました。実用性重視の方はこちらもおすすめです。で、次に目に留まったのはこちらの国与のつづるガチャというコーナー。ミニチュアサイズだけど実際に書き込めるメモが中に入っています。どれが当たるかは運次第です。1個300円だったのでちょっと5種類分引く勇気は出ず、とりあえず3つね、引いてみました。欲しいのはこの原稿用紙と、あとメモパッド、そしてレポート用紙の3種類。ということで早速ね、開封していこうと思います。ドキドキ。じゃん !1 個目は欲しかったレポートパッドです。中もね、すごくしっかり作られています。罫線はもちろんね、日付書くところとかナンバーを書くところもしっかり再現されてました。2個目。じゃん。あれ3個しか買ってないのにすぐ被ったということは、もう狙ったもの全制覇っていうのはね、不可能になっちゃいました。急に心配になってね、包装の上から大きさをチェック。このまま3つ被りは防ぎたいところ。ということで3つ目。じゃん。狙っていたメモパッド。嬉しい。メモパッドの中身はね、無地です。思わず旅行テーションで引いたガチャなので、これらは使い道ちょっと悩みますね。そしてまだまだ羽田限定品があります。既存の国与クラシカルポーチやキャンパスノートに限定の柄がデザインされています。
でこれは角消しのねつかみ取りコーナー、学生時代だったらね消しゴムめっちゃ使うのでチャレンジしたなぁと。はい。あとはプチプチが入ったキャリングケースなどもありました。クリア好きの私はね思わずこれ惹かれたんですけど、ちょっと何入れたらいいか想像つかず戻しました。で、来店前から狙っていた限定品はこちら、ハリナックスのクリアボディです。針なしのね、ホッチキスですね。他にも同様の商品がここには実際に手に触れられるように展示されていて、握り心地とかをね、試すことができました。一般的な文房具屋ではペン類試せるんですけど、こういうの試せないので、嬉しい展示だなと思いました。ということで、ハリナックスの紹介です。もともと圧着式のハリナックスっていうのは愛用中で、こちらはコピー用紙5枚まで閉じることができます。こんな感じで紙を圧着しているので穴を開けずにまとめることができる優れもので、今回はハリナックスコンパクトアルファというタイプのクリアバージョンで、さっきのよりはコンパクトで軽量ながら同じく5枚まで閉じられます。針は不要ですが穴が開くタイプでね、クリアボディでこの不思議な閉じ方をしている様子がじっくり見れるっていうのがね、すごい楽しいです。ということで、気になっていた限定品は見終わったので、他に普通に気になっていたものをチェック。店内にはね、限定品以外も国用の商品たくさん置いてあります。でまずはこのメッシュタイプのペンケースです。スリッシュというスリットポケットで出し入れスムーズメッシュ素材のペンケースです。表面はジップなんですが、裏面はスリットが入っていて、で変わっているのはこの裏面の方、スリットですね。こんな感じでガバッとペン類を入れることができます。で、出す時もですね、さっとこのスリットをかき分けてすぐに取り出すことができるんです。SNS で見かけてからずっと気になっていて、やっとゲットしました。ちなみに表のね、ジップの方とは別ポケットになっているので、分類して入れることができますよ。はい。わかりますよ、皆さんの考えていることが。中のものが落ちてこないかですよね。実際にこの商品を手に取ってみて、中のものが落ちてこないかさらにね心配になったので、強めにね振って検証してみました。どんなに振ってもね落ちてきませんでした。そしてコクヨといえば冒頭にも話しましたが、紙製品ですよね。ノートの販売コーナーは圧巻。様々なルーズリーフとその使用例が書き込まれています。主にね、学習用なので、英語とか歴史とか、あと音楽の授業をね、思い出したり、実際に学生時代に国用のルーズリーフを私は使っていたこともあって、なんかね、すごく懐かしくなりました。で、この次の日がね、私フライトということもあって、重いもの、かさばるものは買えないので、こちらのノートのように使えるバインダーの A7 サイズを購入。バインダー部分がワンタッチで簡単開閉できて、従来のように指を挟むリスクもなくて、あと厚みもないので本当にノートのように使えます。で、中にはねインデックスも入ってます。手に収まるねコンパクトサイズなので、私はこれを移動中に英語の勉強をするためにね、実際にこんな感じで使っています。では店内紹介最後にこちらのペンコーナー。最近は国用から筆記具もねたくさん販売されてますよね。品川にある国用のお店に行った時に私はファインライターを購入したんですが、未だにねここ最近で一番買ってよかった筆記具です。で、店内にはかなり大きなね試し書きコーナーがあるので、いろいろなね筆記具を試したり、あとは世界各国の人が残した筆跡をね見るのも楽しいんじゃないかなと思います。そして私が買ったのはこちらのパスタという滑らかな書き心地の固形グラフィックマーカー。存在は元から知っていたんですけど、特に興味はなく、ただね、一緒に行った友人がおすすめしてくれて、初めて使ってみたらね、すごく良かったんですよね。本体は四角で、後ろのパーツを回すことで芯が出てきます。で、芯もね、四角なので、削らずに細かい部分を塗ることができます。滑らかなクレヨンのような書き心地、ぬるぬる感がね、あります。あとは重ね塗りで色の濃淡も出ます。繰り出し式の芯ということもあって、手が汚れずにね、使えるのが嬉しいポイント。
公式サイトにはね、ハイライターとしても使えますというね、記載がありました。書いた直後に手でこするとぼかすことができます。で、一度乾いた後は、このインクというか筆跡がね、他のものに付着することもないので、日記とか手帳に色を塗った後の保管にも便利で、こういう使用感は色鉛筆っぽいなと思います。あとはね、色を混ぜて使うこともできます。ちょっと例がね、悪くて分かりにくいかなと思います。すみません。こんな感じで重ね塗りを楽しむことができます。そしてね、こちらのショップバッグ、こちらにもね、さすがコクヨというね、一工夫がありました。などね、こちらをファイルボックスかブックカバーとしてね、再利用できるそうです。私はね、ちょっとボックスにしてみようかなと思います。そういえばね、今回紹介漏れてしまったんですが、コクヨのこのストアでね、PC トートバッグというものもね、購入して、こちらね、毎日愛用してるので、ちょっと別動画で詳しく紹介しますね。はい、あっという間にファイルボックス完成しました。A4 の紙がね、すっぽり入るサイズ感。で、デザインもね、シンプルで、いい感じ。次はコクヨドアーズと同じ建物にあるホテルビラフォンテーヌグランド羽田空港のコクヨコラボルームです。では、いきますよ。3、2、1、じゃーん。ベッドの上がすでにめちゃくちゃ気になりますが、壁や天井にもぎっしりと文房具の柄が描かれています。でね、注目してほしいのがこの掛け布団。これね、コクヨのキャンパスノートの中身ですね。罫線柄、細部まで細かい。で、ベッドの上のは抱き枕かなと思ったんですけど、かなり反発強めのね、クッションでした。寝っ転がった時の景色はこんな感じ。実際にコクヨで販売されてる商品のシルエットが並んでいて、あれ持ってる、これ持ってる、これは昔使っていたなとね、考えてるうちに爆睡。適度なね、装飾で睡眠を邪魔されることなくよく眠れました。で、次の日の朝にメモ書きたくて気がついたのがこちら。メモ用紙はね、キャンパスノートの原紙だそうです。置かれていたペンもコクヨのファインライターで、今までね、コクヨの筆記具そこまで注目したことがなかったなと思って、今回のコクヨドアーズとホテルルームでたくさん試せてね、すごくいい機会になりました。そして今回の宿泊で楽しみにしていたのはこちらのノベルティボックスです。コラボルームは3種類あるんですけど、どこの部屋でもこのノベルティがね、もらえます。2人部屋で2人で宿泊したので2個ゲット。黄色いシールが貼られていて、実際に中身はね、カラーなども全く一緒だったので、区別のためのかな。で、早速開けていきます。で、この箱ね、扱いにくいなと思っていたら、お店のショップバッグ同様に、これもね、ボックスとして再利用できるっぽい。蓋の部分を折り曲げて中に押し込んで、あとは付属の両面テープで留めるだけでファイルボックスの完成です。普通にね、買ったファイルボックスみたい。本当にね、すごい。そしてね、付属のインデックスで分類もできます。ちょっと動画が長くなってきたので、中身はテンポよく紹介していこうと思います。まずは限定デザインのキャンパスノート。はい。で、次はキャンパス時のトートバッグ。これも限定柄ですね。コクヨの文房具のシルエットが描かれていて、結構厚手のしっかりした感じ。次。コクヨのクラシカルポーチの限定柄。もともとね、クラシカルポーチを愛用していたので、この機に新しいものに取り替えます。で、ポーチの中にもいくつか筆記具が入ってました。まずはシャープペンシル 0.7 ミリ。鉛筆のようなね、デザインで、書き心地も実際に鉛筆みたいで、力を込めてもね、折れる心配なし。グリップはないので、長時間書いてるとちょっと滑ってきそう。そしてたまたまこれのね、0.5 ミリタイプを私持っていたので、比較してみようかな。しばらくね、使っていなかったので、久しぶりに書いてみると、0.5 の割に鉛筆っぽいというか、0.7 ミリと使い心地に大差なし。次。いくらあっても嬉しいスティックのり。しかもね、私の大好きなグルーシリーズです。こちらね、左は私が日頃愛用している、シワなく綺麗タイプで、今回もらったのは強粘着タイプです。塗り口が四角いので、プリントとかの角までしっかり塗れて、で、本体も転がりにくいので使いやすいんですよね。はい、次。マークタスツートンマーカーという1本で2色引ける蛍光ペン。
軸をね、くるっと回すだけで色を変えられるので簡単。目立たせカラーと控えめカラーで使い分けできるそうです。ちなみに私はね、カラーとあとグレーが一本になった目立たせカラー、目隠しカラーの組み合わせのペンをね、すでに持っています。使いやすさは知っていたので、カラー2色の方も使っていこうと思います。そして最後は角消し。懐かしいですね。昔はね、使い切れずになくしたりちぎったりと、大人になったのでね、今回はちゃんと使い切りたい。ということで、ノベルティの中身紹介でした。今回泊まったコラボルームは、泊まるとね、このボックスに入った文房具セットと、あと、国用ドアーズで使える 10% オフのチケットをね、いただけます。で、私、国用ドアーズで先に買い物してから、国用のコラボルームにね、チェックインしたんですけど、チェックイン後にその 10% オフクーポンが部屋に置いてあることに気がついて、ちょっと、難しいかなと思ったんですけど、その後国用ドアーズさんの方に行って、今日宿泊予定で買ったんですけど、これって後からでも適用できますかって、お願いしたところね、心よく対応してくださって、10% オフでお買い物することができました。クーポンはもらってから1年ぐらい何度でも有効らしいので、なかなか羽田空港の第3ターミナルって行く機会ないので、何度も使えるものではないような気もするんですけど、お得に買えるチケットっていうことでね、泊まったらいただけると思うので、ぜひ使ってみてください。今回の一時帰国で事前に SNS で教えてもらったおすすめの文房具屋さんにも何軒か行けたので、今後ねちょっと文房具屋巡りの動画がいくつか上がると思います。おまけ、もう一つのねショップバッグはノートカバーになるってことだったんで頑張ったんですが、作り方がわからずギブアップ。